さあ今日は角田裕樹さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。日本人唯一の F1 ドライバー、いつからよ。 F1 乗ったのは2021年からですね。その前は F2？ そうですね、はい。下のカテゴリー F2 のはどれぐらい1年でした。1年で上がったの？はい。やばくない？ F3、F2 と1年で上がって。でもさ、それだから何歳の時？僕が18、9ですね。19、20ですかね。じゃないとだから上がれないんでしょ最近。そうですね、結構今もう年齢層がかなり若い方にシフトしてって、もう若い年齢がかなり多いですね、今 F1 だよね。だって俺らが、俺らの世代が多分 F1 を一番最初に見出した世代って、俺らが中学生ぐらいの時になんか日本人が F1 結構知り出したっていうか、フジテレビで中継が始まったのが僕らが中1とかの時なんで、多分一番最初に熱狂した世代なんですけど、アイルトン・セナとか、はいはいはい。だからなんかそのぐらいの時代から見たらさ、俺この間ね、全然関係ないんだけど、ピットストップの動画が出てて、はい、なんとなく X に流れてて、俺なんかさ最近見に行ってピット作業早くね？いや今は本当にやばいですね。 2秒とかですよね。2秒切るよね。全然切りますね。俺の知ってる F1 ってフェラーリがピット作業早くて7秒かすげえなみたいな、フェラーリって思ってたけど今だと全然遅いよね。しかも多分タイヤ自体もその当時より重いですからね。一つ一つの18インチになって、タイヤのホイールも大きくなって、多分タイヤ自体の重さも重くなったんで、メカニックたちにとってはかなりさらにきつい、状況だと思います。あれなんであんな速くなったの？かなり練習はしてると思いますし、やっぱりフィールド自体がどんどん差がなくなってきたので、全体的に1位からビリまでのその本当にピット作業での本当にコンマ何秒がレースの順位に本当に大きく変わるから。だからそのチーム差がなくなってきたんだっていうのはあると思います。はい、かなり。でも確かにそうだよね。はい、めちゃくちゃ遅いチームとかなくなったよね最近。もう全然ないです。昔とかよく見ると全然2秒差とか全然あったじゃないですか。一周でね。一周で、はい。ないわ確かに。はい、今はないんですよそんなに。あれなんなんレギュレーションのせい？一番は、バジェットキャップって言って、1年に使える予算が、制限されることになって、トップチームでもお金バンバン使えずに、ほとんどのチームはこれ以上使わないでねっていうことなんで、どのチームでもその予算ある程度近く使えば、基本的には近い、パフォーマンスになっていく、開発力もかなり上位チームは抑えられてしまうので、それで昔は本当にお金投じればどんどん、それこそ空力とかの、テストとかやっぱりかなりお金かかるんですね。やっぱりそれだと下位チームだとなかなか上位チームほどそうだよね、時間を費やせないんですよね。F1 はやっぱり言うたらまだいまだにガソリンエンジン車だし、空力は実験しないと分かんないもんね。かなりそうですね。それはすごくわかりますよ。ロケットやってるんでロケットは空力はそこまでシビアじゃないですけど、空気あるとこ飛んでるのちょっと短いんで、高度20キロぐらいまでしか関係ないから、とはいえ関係はあるんですけど、でも本当にその各チーム、それこそレッドブルとかは、昔それこそ戦闘機の開発に使われてたウィンドタネルっていう、自然に空気を、送り出す流れでそのトンネルがあるんですけど、そこに、一つの、模型 F1 の模型を使って、そのどういった空気の流れが車を通っていくのかっていうのをデータで見て、できるだけ効率よく、車に流れるように開発されていくのが今主流ですね。でもそんなに予算は使えなくなったと。そうですね。あとさ、今あれでしょ、そのチームのチームっていうか放映権の分配金がすごいんでしょ。そうですね。トップ10の分配金はそうですね、かなり、1位からそれでも1位から10位ってかなり変わってくるので、やっぱりチームも本当にチームにとってはもう1位上がるぐらいで、そのポジションが1個上がるぐらいで結構かなりどれぐらい変わるの？どうなんですか、全然多分10億ぐらいは全然変わってそんな変わんの？
じゃあだから結構あれ今何位までポイント取れるんだっけ？一応チームチャンピオンシップっていうのがあって、どんどん変わってるからチームチャンピオンシップっていうのがあって、まあ、今10チームあるんですね、でもちろん 10番手だと、まあ、そこまで正直分からないんですけども、まあ本当に前に行けば行くほどどんどんそうか、10チームで20人とか、まあ、やっぱりその F1 チームっていうのはもちろんそのお金もスポンサーからいただいたり、その年会で分配金もらったりしなくちゃいけないので、やっぱりそれほどやっぱりその1ポイント1ポイントがかなり重要でですね。なるほど、まあ、ただそのやっぱり今はトップ5チームってまあ決まっていて、大体、まあ、レッドブル、フェラーリ、アストンマーチン、マクラーレン、あとレッドブル言ったかな、レッドブルですね、まあ、その5チームがやっぱり、まあ、どのコースもかなりパフォーマンスを多く発揮していて、強く発揮していて、まあ、そのやっぱり1チーム2台いるのでトップ10っていうのはかなりそこで埋まってしまうんですね。で中盤勢チーム、それ以降のチームは、まあ差はないとはいえ、特に1ラップの、まあ、レースで見るとやっぱりそのタイヤの消耗の激しさっていうのはもちろん車のパフォーマンスにもよるので、その少し差は開いてしまうんですけど、やっぱそこで僕らのその中盤勢のチームにとってその10位9位っていうのは本当に大切で、なるほど、僕らが例えば10位9位取ったら、その僕らみたいな中盤チームが取ったら本当にそこはもう1位みたいな感じで優勝みたいな感じで、そんな感じなんだ。かなり嬉しいんですよ。だから本当にもう祝福モードですね。そうなんだ。もちろんそれがレッドブル、今レッドブル去年、チャンピオンシップ取ったチームが例えばもちろん9部10部取ったら、向こうは逆にかなり残念になりますけど、僕中盤戦チーム、は中盤から下位チームのそのチームはやっぱり逆に優勝みたいな感じの祝福になります。いやでもさ、にわかに見始めた人たちとかはさ、そういうの分かんないじゃん。9位なの10位なのみたいな、そうですね、なんでこんな人たちこんなに喜んでんのみたいな感じになっちゃうじゃん、だからそこキャップを埋めた方がいいよね。そうですね、やっぱりそこが一番今の課題でもあって、あとさ、ちょっと全然ちょっと言いにくい質問かもしれないんだけど、給料一番安いのどうなんですかねって言われてたよ、なんかネットニュースで。契約金だけかもしれないです。まあ、多分一番、まあ下の方であると思うんですけど、一番かなと、まあ1番かビリ2ぐらいです。同じビリみたいなもんですけど、そこからもちろんそのポイント、例えばトップ10入ったらまあいくらみたいな、そういうのあんだ。一応毎戦あります。でそれは多分チームごとに全然違うと思うので、ボーナスみたいなのがあるんだ。10位9位8位7位もちろん。やっぱそういうのさ、もっと上に行きたいとか思わない？もちろんお金取るには。どうやったら取れるの？もう強さしかないの？もうやっぱりそれはやっぱりチームメイトで速く走って、それはそれこそやっぱ中盤、僕らみたいな中盤チームはやっぱりその19番10位9番というのが本当にそこがかなり重要になってくるので。どうなの？チームオーダーとかあるの？全然ありますね。まあ、ただそこは本当に戦略にもよりますね。戦略が違って、例えば僕がかなり古いタイヤで消耗しているタイヤでレース走ってて、で後ろにじゃあ例えばチームメイトが、ピットストップしたばかりで新しいタイヤでかなり状態のいいタイヤで走ってきたら、もちろん向こうの方が速いので、戦略的に全く違うので、そこで争う必要もチーム的にはないので、後ろの車を優先させてチームを出すことは結構ありますね。なるほど。あれさ、今さ全部さ録音っていうか中継されてたりするじゃん。なんか F1 のネットフリックスのあれとか見たらさ、あれやられてんのやっぱり？いやもうやられてますね。気づかずうちに本当に気づかぬうちにすごいですよ。放送されてんだ。本当に忍び押しで後ろからなんか、いつの間にか結構向こうネットフリックスってめちゃめちゃ長いマイク持ってるんですよ。なんか6メートルぐらいの、だからかなり距離取ってこのマイクだけつら下げて、まあ、たまにまああまり他に聞かれたくないような話、だったりをそのマイクで撮られる。ガンマイクで、指向性で撮られてんだ。もうその音声だけあればいいんで、あとはもうある程度映像はあと他からくっつけて、確かにね、いけばいいんで。そうやって作られてんだあれ。すげえな。結構でもそれはさ、撮られてもいいみたいな契約させられるわけだ。まあそうですね、それは全部ドライバー多分同じと思います。
ただまあ僕ら的にあれなのはその最近になってもちろんネットフリックスがおかげでかなりアメリカのマーケットもかなり大きくなって、今 F1 って全世界でかなり注目されるようになったんですけど、ただ今ネットフリックスかなりその他の場面をちょっと引用して、本当はその場面で発言したいのにちょっと面白さを増すように、ちょっとなんか雰囲気を熱くさせるように、ちょっと持ってくるのは結構してることあります。だから僕らのドライバー的には結構それは何ざわざわさせんなよお前、そんなこと言ってねえだろみたいなそんなこと言ってねえだろ。どうなのアメリカでさ3レースやってるでしょ今。あれどこだっけ？フロリダ、マイアミとラスベガスとテキサス。まあテキサス昔からやってたけどね。そうですね、そうですね、全然すごいよね。いやもう本当にすごいですね。どうだったラスベガス？僕が初めてともあったんですけど、やっぱ雰囲気はすごいですね。ラスベガスの本当に街初めてともあったの？僕初めてでした。そうだよね。F1ドライバーラスベガス関係ないよね。確かに。カジノ行くぐらいじゃないですかね、もしかしたら。いや僕らはもともと結構カジノとかがあるから、ビジネスカンファレンスとか普通にあるんだよラスベガス。だから仕事でも結構行くのよみんな。だからすごい馴染みがある場所なんだけど、よく考えたら F1 ってなかったよなみたいな。F1 はかなり金額を投資してますね。海外とか行って声かけられたりとかする？海外圧倒的に多いですね。そうなんだ。やっぱ知ってるよみたいな。もう全然それこそロンドンとかはもう必ずあまり外はそんなに歩けないかなっていうのはあります。マジで？ロンドンとかアメリカもロンドンほどとかじゃないですけど、そこはかなりあります。日本はどう？全然全然っていうか、もちろんこういったレースウィークに近いとちょこちょこあるんですけど、それこそロンドンに比べれば全然ですね。やっぱそうなんだ。だからアメリカとかロンドンはそれこそオーストラリアこの1戦前とかもう50万人ぐらい近くレース会場来てたんで、50万人ファンの皆さんが45万6万人だったかな。すごいね。あれ第一戦はどこだっけ？バーレーン。バーレーンか。最初の2戦は中東でしたね。バーレーンと UAE。バーレーンサウジアラビア。サウジアラビアか。これでオーストラリア。で日本。で次が、中国ですね。上海。上海です。で、ずっとアジア回るのかな。今はちょっと地球の環境っていうのもあって少し F1 もその、飛行機のトラベルをかなり少なくするために効率を良くするために、そういうことか。近い国をできるだけ回るように、同じ時期で、っていうので日本が今年から4月になって、今までは10月だったんですけど、どうなん日本ちょっとなんか調子くる？どう？鈴鹿好き？鈴鹿大好きですね。多分サーキットとしては本当に僕が日本人だからというわけじゃなくて、レイアウト的に僕が一番本当に好きなコースで、多分ほとんどドライバーも鈴鹿は本当に特別だって言ってますね。好きなんだみんな。面白いんだ。やっぱその高速でくねくね、それこそ今いろは坂じゃないけど、1個でも280キロぐらいずっとくねくね曲がってるところをその一歩で間違えると芝生じゃないですか。もちろん芝生にタイヤを落としてしまうと滑ってしまうので、その分反動がすごいですね。そのまま例えば壁に行ってクラッシュが大きくなったりとか、やっぱその中でできるだけ繊細にタイミングよく走んなくちゃいけないので、鈴鹿はスリリングで、ただその一周をまとめた時の満足感は一番得られますね。でも確かにいいサーキットではあるよね。多分交差してるのは多分唯一ですよ。サーキット自体が交差してるコースは多分世界で唯一かなっていう F1 のコースで。確かに。あとなんかそのレースのホスピタリティルームとかも全然なんか他の国すごいじゃん。俺もなんか去年バーレーン行ったけどすごかった。バーレーンはパドッククラブっていうやつですね。パドッククラブすごかった。世界的にそのビジネスなんで、やっぱり見てないもんだって。もうそうですね。本当にビジネスでそのある程度もう何年言っちゃえば F1 に来たっていうなんかそれだけですよね。あとはもういや本当だからちょっとピッと見て、うわすごいね、タイヤ交換すごいねとかって言ったりとか。なんか本当レース見てるのって全体の 5% ぐらいで、本当にそうですよね。あとなんかずっとパドッククラブで騒いでる。富裕層の多い国ほど多分そうかもしれない。それこそモナコとか多分
いろんなそうね、セレブの方とか結構かなり行きますけど、はい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 、ラスベガスもそうですけど、多分、はい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 、ほとんど多分もうどっちかってホスピタリティを楽しむっていう感じかなっていうのはありますけどね。あとは結果を見るみたいな、ね、はい、みんなだって画面見てるもんなそれは家でいいじゃんみたいなそう、いやでもなんかあそこにいると上がるよ。まあまあそうですね、確かにあれはうまいこと考えたね。はい、本当に僕は去年和牛マフィアっていうお店でそれこそバーレーンの皇太子、はい、首相なんですけど、彼がだから F1 を誘致したんだけど、開幕戦すごかった。前夜祭も、前夜祭もそのパレスってまあ宮殿で開催されたんですけど、いやーすごかったね。もう世界中のセレブが来て、伝説のドライバーとか来たりとかして、まあすごかったですけど、そういうのがやっぱ鈴鹿はちょっと弱いよなっていうのは。そうですね、もうちょっとパドッククラブとかもそのホスピタリティ面でも少し改善点はあるのかなっていうのは。まあでもなかなか難しいよね。ちょっとなんか昔の古き良き F1 みたいな、昔はあんな感じだったんだろうけど、俺もなんかその鈴鹿サーキットに初めて行ったのと18歳の時だから、何年前だ、32年前とかで、32年前はそんなパドッククラブ的なところ入れなかったんで、どうなってたか知らんけど普通に一般席で見てたんだけど、多分そんなにすごいラグジュアリーじゃなかったと思うんですよ。そうですね、コースのやっぱりコースによってバイブも違いますね。その雰囲気というか、やっぱりその日本あれ、言っちゃえばあれですけど、日本は他の国比べて、年齢層が少し高いっていうのもありますし、そのやっぱりコース自体の、例えば席とかに座ってるその、レース前とかかなり他の国はもう音楽 EDM みたいなすごいよ、ね、バンバン流して、俺なんか有名な DJ 来てみたいな行ったのよ。はいはい、それもすごかった、はい、多分ね、そうマックスがあれだね、多分優勝決めるとかなんかそういう感じの時だったんで、優勝とかワールドチャンピオンになるのを決める時だったんで、すっごい盛り上がってた。ロランダーも本当にもう全員ほとんどマックスですよね。そうですね、ホームヒーローみたいな感じで。すごいよな。だからあんな感じにどうしちゃったの？日本は何かあったのかい？いや、ちょっと僕が聞きたいですねなんで F1 やることになったの？だってさ、割と特殊じゃん。そうですね。だから逆に、いや俺はなんか良かったなと思うんだけど、意外とほらなんか日本人ドライバー一人もいないっていう状況ではないじゃない。割とずっとなんかいるじゃん、昔から、はい、それこそ中島悟さんぐらいの時からずっといるわけじゃん。はい、なんですかね、一応僕はカートやってて、最初ゴーカートをやってて 4歳から始めて、親が好きだったとかそういうやつ？どうなんですかね、親は少しジムカーナっていう、ジムカーナやってたんだ。はい、競技をやっていて、ある程度そのモータースポーツには少し馴染みがあったんですけど、それたまたまでも中井インターサーキットという、中井インターの近く、海老名のそこら辺の神奈川県、から見えるゴーカートサーキットがあって、そこで4歳の頃、フラッと寄ってみて、で、僕結構アクティブな、少年っていうのかな、でだったんで、すごく、モーター、バイクとカートをどっちも試したんですね。でそこで正直覚えてないですけど、カートをやりたいって僕が熱心強く、父に言って、そこで少しカジュアルで始めていったのがきっかけですね、そこは。だってさ、子供の頃さ、どうなの？最初すげえ金かかるじゃん、あれ。そうでもない？他の競技よりは多分かかりますね。今はかなりかかります、正直。あ、そう。多分、はい、今の方がかかると思う。昔はまだ抑えられてはいたんですけど、それでもやっぱり他の競技よりは少しやっぱり使うかなっていうのは、ゴルフは正直わからない。ゴルフも結構使うっていうじゃないですか。ゴルフぐらいじゃないですか、本当に最初は。はい、でも早かったんだ。最初は結構勝ってましたね。そこで自分も自信ついて、はい、他のスポーツでももしかしたら得意かもしれないっていうので、少し自分も結構好きになってって、はい、でも体もね小さいから有利だよね。そうですね、低重心で、体が小さいのが有利になるスポーツってそんなないもんな。そうですね、確かに、はい、結局はでも重さ、変わらないんですけど、F1 でもそうなんですけど、結局合わせるんで体重は他の選手に比べ、重りは積まなくちゃいけないですね、その分。あれ積んでんだ。積んでます。だからシートと
シートって自分の形に合わせられてカーボンで作られるんですけど、シート自体は本当に1キロか 1.5 が2キロぐらいなんですけど、本当に軽いやつなんですけど、シートと人間合わせて80キロっていうのが決まってて、一緒なんだ、はい、それは。で僕は体重ヘルメットとか全部込みで、63ぐらいなんですよね。なんで、ヘルメットそのキットは3キロぐらいなんですけど、それを20キロぐらい積まなきゃいけないですね、車に。で車に決まって体重そのウェイトも積むとこは決まってるんで、そのウェイトを他のじゃあ前とかにつけたり後ろとかにつけたり少し車のバランスを変えるっていうのはアドバンテージになるので、それもできなくて、ダメなんだ。はい、もう決まってて完全にシートの真下に入れるように。じゃあ体重軽いのが有利だったのってカートの時ぐらい？カートの時もウェイトがあるんで結局。あ、そうなんだ。はい、カートの時はまだ一応ウェイトは自由に詰めてはいたんですけど、F1 も完全にそれがないように決まってるんで、つけるところは。じゃあ有利じゃないんだ。正直そこまで別に変わんないです。有利ではないです。重心EC っていうのは別に身長がそこまで高くないから、どうなんですかね、首とかの G を感じる時にまだ他の選手より感じないのかなとはあるんですけど、でもそこは結局は F1 ってかなりフィジカルなスポーツなので、結局はかなりトレーニングしないといけないですけどね。はい、かなりトレーニングしてる？かなりしてます。毎日結構してて、はい、やっぱ首が他のスポーツに比べるとやっぱり首太いよね。はい、首が一番しますね。はい、やばいよね。もうハーネスみたいなこの首に引っ掛けて、トレーナーがバッて引っ張るみたいな、本当にそれだけですね。ドコモ、au、ソフトバンク、どれでもつながる堀江の Wi-Fi。 タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながる堀江の Wi-Fi。 堀江の Wi-Fi でいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円。いってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。